皆さんこんばんは、ミクです。今週の動画は11月の私のリアルバイをご紹介していきたいと思います。この箱の中に、私が11月に購入したものが入っているんですけれども、 Amazon さんとのタイアップでお届けしていきたいと思います。Amazon はね、日常的に使っていて、もう私の生活からは切っては切り離せない存在なんですけれども、いつもね、動画の概要欄に今週の動画でご紹介したものというリストをね貼ってると思うんですが、その中に Amazon のリンクもたくさん貼ってあると思います。11月のビッグセール、Amazon ブラックフライデーが開催されるということで、 Amazon ブラックフライデーに向けて何を買おうかなって考えている方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、今回私がご紹介するリピ買いの商品から、セールでお得にゲットしたい気になっていたあの商品まで、食品から美容、ガジェット、健康グッズ、幅広くリアルに今私が欲しいものをお見せしていきたいと思います。それでは私の11月のリアルバイの Vlogスタートです。リアルバイというだけあって本当に私が欲しいものを購入しました。皆さんがこれが欲しいだろうな、こういうのがおしゃれに見えるかなみたいな、そういうアイテムというよりかは、本当に私が今必要なものだったりとか、セールでお得にゲットしたいなとずっと思ってたものだけを選びました。まずはこちら、ビオデルマサンシビオ H2OD クレンジングウォーターですね。500ml のものです。で、この小さなおまけ付きがついてるものを選びました。こちらのビオデルマのクレンジングウォーター、私の Vlog を昔から見てくださってる方はもう本当にこれお気に入りなんだねって思ってくださると思うんですけど、拭き取るタイプのクレンジングです。コットンに浸して撫でるようにメイクを落としていく、そんなクレンジングウォーターなんですけど、この1本でメイク落とし、あとは洗顔、潤いケアができるのが忙しい日々のお助けアイテムです。CA 時代からもうずっとこれで時短してきて、特に朝の洗顔、1秒でも時短したい朝のスキンケアの前にとにかくこれで拭き取っておけば OK というね、そんなアイテムです。で、質感としてはもう本当にサラッサラ、水みたいな感じで、ムッシュなところもすごく使いやすいし、結構しっかりメイク落ちます。ウォータープルーフのものとか、目周りはいつも別でポイントメイクアップリムーバー使ってるんですけど、軽めのファンデーションとかだったらもうスルッと落ちますし、何より一番気に入ってるのは拭いた後の肌が潤ってる感じがする、そこが一番気に入ってます。このビオデルマのクレンジングウォーターはだいたい1ヶ月半から2ヶ月ぐらいで使い切るんですけど、いつもこの 500ml のボトルのものを買うんですが、これをね出先で買って持って帰ると結構重いんですよ。あとはドラッグストアによって売ってないところもあったりして、このクレンジングウォーターを探し回ってドラッグストア何軒もはしごするっていうことがたびたびあって、こういう重さもあって、いつも使うものだったら Amazon で頼みなよってずっとね彼に言われてて、最近はもうねこれを買うのはもっぱら Amazon です。いつも私はこの小さい 100ml がつくやつを選んでて、この小さなねボトルのものは旅に行く時に持って行ったりします。次はこちらです。こちらもリピ買いのアイテムです。ウォサドのマグネットつけまつげです。これももう何と買ったかわからないね。芯のところがマグネットになってるつけまつげです。こちらをねいつも Amazon で買ってるんですけど、こういう感じでケースに入ってるんですが、でこのケースを開けるとこんな感じで、つけまつげと真ん中に装着するためのトングみたいなものがついてます。これはねもう私に革命をもたらしたアイテムですね。これのおかげでメイク時間がどんだけ短縮されたことか。私いつもつけまつげつけてるんですね。というのもまぶたが重くって重ためだから、なんかすごく眠たそうな感じの印象になるんですよ、顔が。でもつけまつげってこのまぶたにつけるところの芯がね結構しっかりしてるから、それをつけることによって芯がぐっとまぶたに入ってくれて、それで気持ち目がちょっとパッチリ見えると思ってて、私は。はい、松江区もやってたことあるんですけど、松江区もね結構ね重ために見えちゃうなっ
って思ってて、結局行き着いたのが芯のところが結構しっかり固めのつけまつげをつけることによってちょっと目の開きが良くなるかなって思ってねつけてるんですけど、今までは普通のつけまつげをつけてて、このつけまつげの芯のところにのりつけて、でそれでつけてて、でまた取り外したらそののりを剥がして綺麗にしてみたいな感じで何回かね使ったりとかしてたんですけど、のりをつけるのでちょっとかぶれちゃったりとか、一回こうまぶたにつけて場所間違ってもう一回つけ直そうとするとのりがまぶたに残ったままになるので、ちょっと見た目が良くなかったりとかして結構大変だったんですよ。でもこのマグネットつけまだったらのりをつけるっていう手間がないし、何度でもやり直せるんですよ。これに関しては本当通販ぐらい語れちゃうんですけど、私どんな風になってるか見せたいと思います。このつけまつげが見えにくいと思うんですけど、こういう感じで2つに分かれるんですね。でこの薄い方をこのトングのダウンって書いてある方にこういう感じでつけます。でそしてこの上のまつげを上のアップって書いてあるところにつけます。こんな感じになります。でこれを自分のまつげをこの間に挟んでですね、まぶたのキワキワのところまで持ってってパチッとくっつけると自まつげを間に挟みながら上と下がくっつくというやつですね。今左がまつげつけてて右がまつげつけてないんですけど、こういう感じでまぶたに押し付けて、でそっと挟むとつきました。はい、これでもう一発でつけまつげがつけれるんですね。で結構ねこれすごくちゃんとよくくっついてくれて、風に煽られても全然取れないです。これで全然ディズニーランドとか行ってジェットコースターとか乗ったりとかしても外れないし、一日中持ってくれて、でだいたい私はこれ3ヶ月に1回ぐらい買い替えてます。私はホグブラックという種類のものを愛用しています。バサバサになりすぎず、やや束感がありナチュラルで日常的に使えるのがホグブラックだなと思ってます。私のメイク時間がものすごく短縮された神アイテムです。次、こちらもリピ買いです。じゃん、ムーミン日めくりカレンダー2026年のものです。これはもう私の Vlog で毎回登場しているアイテムなので皆さんご存知かなと思うんですけれども、ムーミンの日めくりカレンダー2026年のものを買うようなそんな時期になってしまいましたね。もう年末なんだなって実感しましたね。このカレンダーをカートに入れた時に。これが今年のものですね。今年は青で来年は緑ですね。365日分のムーミンの絵が入っています。でなんかねこれちょこちょこね日本語が入ってるのも可愛くて、バレンタインデーの日のやつとかはフィンランドでは友情の日と呼ばれ、大切な友達に贈り物をしますっていう豆知識が入ってたりとか、ムーミンの仲間のニョロニョロが書いてある日はニョロニョロというキャラの説明が入ってたりとか、あとは旅の日とか庭の日とか書いてある時があって、そこに書いてあるねちょっとした一言をねこうじっくり読んじゃう朝とかあったりするんですよ。でこういう感じでもう今ね2025年の日めくりカレンダーはこんなに薄くなっちゃったんですけど、こうやって一枚一枚毎朝めくっていくことで一日一日をちゃんと自分は過ごしているんだなって実感することができるので、日めくりカレンダー大好きなんですよ。はい、なので来年もこちらの2026年のムーミンの日めくりカレンダーにお世話になろうと思います。あとこちらもリピ買いです。岡本のまるでこたつソックスです。カラーはグレイッシュパープルを選びました。もう冬には欠かせないアイテムですよね。冬の間中毎日履くので洗濯含めてだいたい2足か3足ぐらいストックで持ってるんですけど、そのうちの1足がもうヨレヨレになっちゃったので新しいの買いました。でここからはずっと気になってて欲しかったものを思い切って買ってみたというシリーズです。まずはこちら、子持ちヤリイカ買いました。こちら冷凍の子持ちヤリイカ 300g のものなんですけど、私 ASMR 見るの好きで
その中でも食べ比べっていうジャンルのものがすごく好きで、子持ちやリーカの上にマヨネーズかけて食べてみたりとか、ポン酢かけてみたりとか、コチュジャン乗せてみたりとか、そういう感じで一つの食材にいろんな味変をして食べていく ASMR 動画が好きなんですよ。それを見ていたら一時期ね、みんなこの子持ちやリーカ食べてたんですよ。で、子持ちやリーカめっちゃ美味しいってその人たちみんな言うんですよ。ずっと食べたくてスーパーでいっつも探してたんですよ。でも全然売ってるとこ見つけられなくって Amazon 探したらありました。で、こういう感じで冷凍の子持ちやリーカが届いたんですけど、初見の人は子持ちやリーカって何って思ってるかもしれないんですけど、ヤリイカの腹の中にシシャモの卵が入ってるっていう珍味なんですけど、でそれがなんか醤油漬けみたいな感じにされてるもので、とにかくなんかコリコリプチプチしてて食感がいいっていうのと、なんか美味しいらしいんですよ。でも私も食べてみたくって買ったものです。次はこちら、ワイヤレスマイク買いました。これはホーリーランドというブランドのラーク M2 です。今ここにつけてるんですけど、この私が喋ってる声を録音してくれるマイクですね。昔はそうでもなかったんだけど、ここ数年旅に行ったりとか、あとは Vlog 内でこういう風にお話しする機会が多くなって、ワイヤレスマイクをね使う頻度が多くなったんですよ。で、今まで私はこちらのロードのワイヤレス GO2 を使ってて、これもね普通に気に入ってたんですが、長く使ってきて最近ねノイズが入るようになっちゃったりとか、あとは旅先で使っててここがもうちょっとこうだったらなって思う部分がいくつかあって、そういうもうちょっとこうなればいいなと思っていたのが詰まったワイヤレスマイクがこのホーリーランドのラーク M2 です。私ガジェット系 YouTuber とかじゃないので機材に詳しいわけではないんですけど、このロードのこのマイクを使ってる時に思っていた、もうちょっとこうなればいいなっていうもの、まず第一、クリップタイプじゃなくって服に直接つけられるマイクがいいという点です。この今まで使ったマイクは、後ろがクリップタイプになってて、これで服に挟んで使うものだったんですけど、こういう感じで服のねこの襟元とかにつけたりすると、このマイクがまあまあ重いので、この辺がこう引っ張られてこの襟元がちょっとヨレヨレになっちゃったりとかしてて、いつも私はこのネックレスのところに引っ掛けてたんですよ、こういう感じで。でもそうするとネックレスのチェーンに負担がかかっちゃうし、せっかく可愛いネックレスつけてるのに見えなくなるのが嫌だなとか思ったんですね。あとはクリップタイプなので挟むのが弱かったりすると、歩いてる時とかにポトって落ちちゃったりとかして、それが原因でねちょっとノイズが入るようになっちゃったんじゃないかって思ってたりもして、なので一番私が求めていたのはこの服につけられるという点です。このホーリーランドのラーク2はこの録音する送信機、後ろがマグネットになってるので、服をね挟んでピタッとつけられて、襟元がヨレヨレになることもないし、好きな位置につけられるっていうところが、撮影をする上ですごく便利なんですね。で、あと2点目、このマイクが 9g っていう軽量なところ、そしてこの小ささ、おはじきぐらい小さいので服につけててあんまり目立たないのもすごくありがたいです。あとこのケースの中に受信機を入れる場所と、あと送信機を2つ入れる場所があるんですけど、ケース開けて取り出した瞬間からこの受信機と送信機のペアリングが始まるので、すぐに接続してくれるっていう楽さと、であと充電する時にこのケースごと一括で充電できるのもすごく便利だなと思いました。バッテリーの持ちも結構よくって、9時間録音することができて、ケース合わせると40時間バッテリーが持ちます。で、あとこれノイズキャンセリング機能がついてるらしくって、旅行に行った時とかに、結構周りがねガヤガヤしてるところに行く時、そういう時はノイズキャンセリング機能を使うとよりクリアに私たちが喋ってる声っていうのを録音できるかなと思います。ちなみにこの動画今つけてますので、このラーク2で録音してます。どうですか？聞こえ方いい感じですかね？今ノイズキャンセリング機能オンにしました。このアトリエ大通りに面してるので車の音が結構するんですけど、どうでしょう？軽減されてますかね？こういうねガジェットとか大きな買い物こそセールの時が絶対にお得なので、ワイヤレスマイク気になる方がいたらぜひチェックしてみてください。そして私の11月のリアルバイ最後の商品はこちら、シャクティマットです。
皆さんシャクティマットご存知でしょうか。1ヶ月前ぐらいかな、 X で大バズりしてた商品なんですけど、針のベッドという古代インドの知恵を現代風にアレンジした指圧マットです。こういう感じで3つに折りたたまれたマットなんですけど、これを広げるとじゃん、見えるかな。このマットの上に針がねいっぱいついてるんですけど、仰向けになって寝ることでこの針がね皮膚や筋肉を刺激してくれて、血流が良くなって体の緊張をほぐしてくれて深い眠りにつけるらしいです。このマットの上で寝る前に20分寝そべったらめちゃくちゃよく眠れると。そして朝すっきり起きれるっていうね、そういうポストがあまりにも多すぎてちょっと最初ね疑っていたんですけれども、結構周りのね知り合いの人も使ってたりとか、あとはね友人のモデルのキコちゃんも1年ぐらい前から愛用してるよということで、本当にいい商品なんだと思って、このねセールを機に思い切って買っちゃおうと思って購入しました。でこれ最近ねそのキコちゃんに買ったんだって話したら、とにかく痛いから気をつけて乗ってねって言われたんですけど、本当にめちゃくちゃ鋭利なトゲがマットの上に敷き詰められてて、本当にちょっと触っただけで痛いんですよ。ここに寝そべることができるのって思ってるんですけど、このシャクティマットレベル1、2、3ってあって、初めて買うのでレベル1のものを買おうとしたんですけど、多分すごく今人気だからレベル1のものが欠品してて、泣く泣くレベル2のシャクティマットを買いました。でキコちゃんが言うには、そのレベル1、2、3の違いはこの針のね本数が違うよということで、針がね多ければ多いほど痛くないらしいんですよ。その分体が浮くから。針の本数が少なくなってちょっとその隙間が空くことによって体が沈むので、より針がね皮膚に刺さって痛いということらしいんですけど、なので私はレベル2っていうねまあまあ痛めなシャクティマットを購入しました。私の中でね睡眠が本当に一番大事で、よく眠れることが毎日の元気につながっているんですね。なのでこういうね入眠グッズっていうのはどうしても手を出さずにいられないんですけど、今日からこのシャクティマットを使ってちょっと睡眠の質がどうなっていくのかっていうのをね実験していきたいななんて思ってます。はい、そういう感じで私の11月のリアルバイをご紹介してきました。今回ご紹介したアイテムは Amazon のストアフロントにまとめておきますので、ぜひ気になった商品があったらチェックしてみてください。今後もね随時更新していこうと思ってますので、ぜひお買い物の参考にしていただければと思います。 Amazon のブラックフライデーは11月24日から12月1日まで、ぜひ皆さんも Amazon のブラックフライデーで年末の自分へのご褒美やクリスマスプレゼントなどお得にお買い物してみてください。意外といける。おはようございます。今日は11月16日日曜日の10時前です。私たちは今栃木県の那須塩原に来てます。最近土曜ラジオで今企画している日帰り激渋温泉スタンプラリー第1弾ということで、那須にある鹿の湯さんに向かっています。3件ぐらいねコメントいただいてて、鹿の湯さんは
は1390年の歴史を持つ栃木県最古の湯。41度から46度まで温度によって湯船が分けられており、硫黄泉の白濁したお湯は肌がツルツルになると言われて女性に大人気。鹿の湯は松尾芭蕉が奥の細道の旅で立ち寄った温泉としても有名だって。でなんかやっぱり人気なんだよね、鹿の湯って。多いね。土日はね人が多いらしいんですけど、今朝の10時だからさすがに人少ないんじゃないかななんて読んでますけど、どうなんでしょう。そうだろうね。この紅葉シーズンがさ、どこまで影響してるかだな。いやそうそう。しかもこの周辺動物王国とかサファリパークとかさ、いろいろ見どころがいっぱいあるんだよね。だからちょっとどれぐらい混んでるのかわからないんですけど、とにかく楽しみ。温泉久々だね。いい巣作りつかの間の休息ですか。はい、そうです。それでは鹿の湯温泉さんにレッツゴー。到着。着いた。鹿の湯、硫黄の匂いすごい。でこの時間帯でも人いっぱいっぽいね。駐車場はほぼほぼ満席ね。入ってきました。鹿の湯温泉。いやポッカポカなんですけど汗ダクダクです。汗ダクダク。いやめっちゃいい感じの激渋温泉だったでも激渋だけどなんか清潔感あった。すごく清潔感あったよね。あと朝の光でなんか湯が照らされてすごい綺麗だったんだけど、で私とさあなた同じなのかな。私4つあって奥に大きなの1個湯船。6個じゃないの？5個しかなかった。6だったと思う。41度41度42、43、46、48。48まであった？多分。私41、42、44、46、奥に 42.5。いやーちょっとラジオでね詳しく喋りたいと思うので軽くなんですけど、46度入れた？いや行ってない。行ってないの？行ってないよ。試しもせずほぼ41にいて、41？ で最後1回だけ43入った。嘘でしょ？そうだよ。私ほぼ44にいた。強っ。で46いけるかなと思って足入れてみたの、無理2度でもうほんと無理だった。でなんかマジポカポカで、入ってる時はそんな思わなかったけど上がった時にグワーって、なんていうの、体の芯からブワーって熱くなって、特に今下半身が熱い、ね、不思議。肌がほんのり桃色に染まるぐらいの熱さでめっちゃ良かった。気持ちよかったね。やっぱあるもんやね。いや良かった。いや最高でした。教えてくれた人ありがとうございました。ありがとうございます。より詳しい感想は後半の最近というラジオをご覧ください。まだ11時13分で昼前ですね。ここから次は那須動物王国に行きます。那須サファリパークとか他にもね動物園系がいっぱいあるんですけど、この動物王国はマヌルネコがいるらしくって、私マヌルネコ好きなんですよ。で実物見てみたいから行きたいと思います、それではレッツゴー。那須動物園動物王国。パスポート大人1人1600円。2600円。2600円か。見て、マヌルネコに会いに行こう。マヌルアマルハ爪は使わないんだ。あれ一つ。
このジュラ君のステーキソースが美味しかったのでゲット。美味しかったね。めっちゃ美味しかったんだけどペロッと食べちゃいました。焦燥コーヒーでシフォンケーキ、オールドショコラ。美味しそう。生クリーム付き。おはようございます。今日は検品作業です。この段ボールの中に入ってる出来上がったリースを検品していきたいと思います。今何時だ？今10時半です。リース作り終えて帰ってきて、インスタグラムのサブスク会員さんとインスタライブ少しして、やっと夜ご飯です。今日はね、この子持ちヤリイカを食べながらキッチン飲みみたいなのしたいななんて思って、でも私お酒弱すぎるからアルコール入ってるもの飲んじゃうと明日もねまた朝からリース作りなので、翌日に持ち越さないようにノンアルコールのレモンサワー買ってきましたので、ちょっとお酒気分に浸りながら夜ご飯食べたいと思います。今日も疲れた。お疲れ様です。でちょっとせいろ蒸してる間、この子持ちヤリイカ食べてみたいと思います。めっちゃ大きい。いただきます。美味しい。最高。これはマヨネーズだ。うまっ。マヨネーズうまっ。待って、これにマヨネーズに一味かけたら絶対美味しい。美味しすぎ。これね、単体で食べるよりもマヨネーズの上に一味がめっちゃ美味しいです。これほんとおつまみ。いやー、もうリース作り残り2日となって、手に取ってくださった方のその顔みたいなものを想像しながら一個一個作るこの期間、すごく体力的には大変な部分はあったりはするんですけれども、それを超えるワクワク感っていうのが本当にあって、本当すごくねいい時間を過ごせているななんて思っています。だからね、この1ヶ月は本当にリース作りに専念しすぎてて、近況だったりとかなんか新しいトピックみたいなのが全然ないんですけど、本当はね今週ウェディングフォトのためのドレス選び、ドレスフィッティングに行こうとしてて、ですごく楽しみにしてたんですけど、担当の方がねインフルエンザになってしまって、今インフルエンザ流行ってるからね、すごくワクワクしたので今週行けないのは残念なんですけど、また楽しみがね少し先に伸びたということで、次行く時に向けてねまたインスタグラムとかでウェディングドレス調べたりとかして楽しんでます。で、私がね着たいのは結構クラシックな感じというか、できるだけ露出が低いのが今のところ理想で、袖があったりとか、あとは首元まで布があるようなそんなデザインのものがいいななんて思ってて、とはいえね結局は着た時のなんか直感みたいなもので選ぶと思うんですけど、楽しみです。彼もね筋トレして体が仕上がったことだし、来年とかの頭とかにウェディングフォト撮れたらいいななんて思ってます。はい、そろそろできたかな。Another page done, my soul at ease, and I'm thankful every day.
found you the old-fashioned way.よし、始まりました。最近土曜ラジオ第47回、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このラジオは私がアトリエを持って私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たち夫婦の今をお届けするそんなラジオになっています。今週もリース作りしておりまして、今日は検品作業です。もう佳境ですね。今日含めてあと3日ですかね。あと3日。まあ最終日は梱包作業なので、はい、実質あと2日ぐらい。いや、なかなか思い通りの思い描いた個数たどり着かなかったなやっぱり初めての試みだったから、いろいろね準備とか調整とかありつつ、まあでもここまでやってきて、今日、私のインスタグラムでサブスク登録してくださってる方々が先行販売で買えた方が数十名いらっしゃるということで、そうですね。はい、で来週の28日金曜日21時に一般販売が開始されますので、欲しいなって思ってくださってる方はぜひその販売開始した時に、サイトにアクセスいただければなと思います。一般販売の時ってその数日前にサイトオープンするよね、はい。なのでサイトオープンしたらインスタグラムのストーリーズなどで告知しますので、そこで商品の詳細とか値段など、確認していただき、一般の販売に臨んでいただければなと思います。ということで、私たちは今週最近土曜ラジオの企画、全国ご当地日帰り激渋温泉スタンプラリー第1弾ということで、栃木県の鹿の湯に行ってまいりました。どうでした？ちなみにもちろん2人で行って、はい、入った後も、はい、帰りの道中も、はい、感想を一切言わないっていう縛りの中で過ごしてたので、はい、お互いどういうふうに過ごしたのかはわからないと、そういうことです、はい、ちなみに男女別々、はい、混浴じゃなかったので、ちょっとお互いどんな感じで入浴してどんな雰囲気だったのかとか、そういうの話しながら、まずはいただいたコメント、読みたいと思います。ああね、鹿の湯結構来てたよね。そう、結構来てってね。小よとりネームまきまきさんから、ミクさん先生こんにちは。私がおすすめする激渋日帰り温泉は栃木県最古の温泉那須湯本の鹿の湯です。今までいろいろな日帰り温泉に行きましたが、こちらは私にとっては衝撃的だった場所です。41、42、43、44、46、48度の6種類の浴槽から好きな温度を選んで入浴します。私は熱いお湯が苦手なので、低い温度から順番に1分ずつ浸かり、最後46度は悩んだ末、恐る恐る浸かりましたが、暑さで両足が一気にしびれたので怖くなり、数十秒ですぐに上がりました。鹿の湯は硫黄泉の白濁したお湯で、洗い場はなく石鹸やシャンプーは使用できません。かけ湯をしてから湯に浸かります。で、ひなびた雰囲気で歴史を感じる場所です。ミクさんは46度、先生は48度に浸かることができるかな。ぜひ行ってみて感想をお聞かせくださいということです。他にも小よとりネーム大野のり買いましたさんから、鹿のような大野のり買いました本当確かに、鹿のようなインパクトが強く忘れられません。近くにある殺生石を見に行く道中で激渋な雰囲気を感じ、帰りに寄ってみました。それもそのはず、1390年の歴史があり、松尾芭蕉も立ち寄ったとか。更衣室と温泉を仕切る壁はなく、黙々を感じながら入浴の準備をします。温泉で肌がツルツルになった気がするではなく、本気でツルツルになったことを実感して友達と感動しましたということで、他にも何件か来てました。お湯の温度がね分かれてるっていうのが初めてだったかな。そんな温泉に行ったの、なんかこう四角くねマス状に並んでて、湯の横に何度って書いてあって、それでなんか入り比べみたいな感じの温泉だったんですけど、まずどこから話す？まず着いた時の硫黄の香り、すごかった。すごかったね。すごかった。久々嗅いだな、あんな硫黄の香り。九州の人はさ、大分の地獄巡りとか、はいはいはい、行った。あそこでさ、結構強烈な硫黄匂いを感じるんやけど、なんか久々に嗅いだ。そうね、レベルの硫黄。わかるわかる。シャンプーと石鹸が使えないから、体洗ったりすることないじゃん。だからもうほんと入って出てくるだけで、体洗ったり髪洗ったりするっていう感じではない。
お湯を楽しむって感じですね。そうね、なんか入り方のルールがあって、鹿の湯には入る前にかけ湯を200回してくださいとか、そろっと入ってなんか各湯に1分ずつぐらい入って、最高4回まで温泉4回ぐらいまでって書いてあったよね。俺が見たのは、とりあえず足1分、腰まで1分、首まで1分。あ、そうだったっけ。それをワンセットで、それを4回繰り返して出るみたいな。あ、そうだった。かけ湯さすがに200回はできなかったんだけど、かけ湯してから入って、まず私は41度に入りました。ちょっと暑いぐらいいいねって感じで、その後42度に入って、41度上がっただけで結構暑いのね。結構暑いなと思って、でもちょうどいい42、外の空気が入ってくるじゃん、温泉って。だから風に当たりながら、あ、いいねいいねってなって、で出ました。ちょっと温泉の縁で休んで、で次44入った。さあ、暑くて44本当結構なんかビリビリって感じ。ちょっと痛いに近いよね。でもまあ慣れてくると意外となんか入ってられるのよ。42度に入ってまったりして、で46度入ろうとしたので、誰も入んないの。46度マジで46度に入ろうと思って足をつけてみたの、無理。2度上がっただけで全然無理で、もうそれ以上絶対に疲れないと思って、ジャバって足をこう出して、もう一回44に入って出たかな。そのやっぱこう温度が分かれてることによって、大体みんな42か44に入ってるから、なんだろう、ちっちゃい一つの湯船に人が密集する形になる。で46度は誰も入んなくて、でも一人通い詰めてるっぽいおばあさんがいて、46度の横にある椅子にね、こうやってでなんかずっとやってるなと思ったら10分ぐらい、入んないのかなあの人と思って、見せたらよしみたいな感じで、もうジャブって入って、3分ぐらい使ってるの普通に、でまた出て横のベンチでまたってやってたすごいと思って、肩まで疲れるのすごいと思った。湯船上がって着替えようかなって思った時には、もう体がじわじわって熱くなって、なんかちょっと肌もピンク色になって、下半身がすごくあったかったんだよね。全身というよりかは下半身がすごい熱を帯びたって感じの印象で。あなたどうだった？俺はね、まず最初のかけ湯がさ、熱ってなって、まずかけ湯がまずかけ湯が熱くて、でもさ、言う通りその、シャンプーもさ、石鹸もないから、手が使えないから、かけ湯だけでさ、体をまず洗わないかんや、でそれが熱くてかけ湯でそうかけ湯で、もう皮膚ビリ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 ってなってかけ湯で、湯船に浸かるまでいけないかもって思いながら、もうめちゃめちゃ痩せ我慢して、かけ湯して、でとりあえず41度去って入って、ただ気持ちよくて、そうね、気持ちよかった。そう、とりあえず足を1分つけて、次は腰までなんだけど、もういいやと思って、首まで使って、っていうのを41度で3回ぐらいした。男48まであるのに、そうなんやけど、41度の浴槽が2つあって、高温の浴槽はね、いっぱい人いて入ってんの中に、なんか周りで談笑してる感じ。縁でね、そうみんな縁にいるんだよね、暑いから。開きを待ってて、なかなか開かず、で3回ぐらい41度で使って、でその後43が開いたから、ファって入って、そしたらもう4回以上浸かると体に毒ですみたいな看板書いてあるやん。だからもうそこでタイムアップで46とか挑戦しなかったよ。開かなかった、そもそも。43入った時どうだった？結構暑い。2度上がるとちょっと熱って思ったけど、四角い浴槽やん、でさ源泉が出てるところがある、そこは多分43度だね。でもそこの対角線上とかは、ちょっと多分落ち着いてるから、結構入ってて気持ちよかった。いや気持ちよかったよね、やっぱ上がった時のほかほか感はすごかった、すごかったよね、入ってる時よりもなんか上がった瞬間、脱衣所で着替える時のほかほか感がすごかった、でもなんかもうちょっと寒い時期に行ったら46度入れるとかも私。本当に？那須の鹿の湯は近くに観光名所がいっぱいあって、コメントいただいた殺生石とか、あとはうちらが行った動物王国とか、
サファリパークあったりとかカフェもあるし、ご飯屋さんもあるしで、本当に観光がてら寄るのに最適な場所だなと思いましたね。でもやっぱ土日混むって書いてあったのよね、口コミに、本当に混んでたから。あれはあれ日曜日だっけ？日曜日の朝10時ぐらいに朝10時ぐらいでもう車は満車だった、やっぱ浴槽の中もそのなんか空き待ちしてたから、できるなら平日に行った方がゆったり入れるかななんて思いました。湯船の大きさもそうそう、2メいや 1.5 ぐらい、結構ちっちゃいね。だから、結構女性も、だと思うけど、結構男性だと、圧迫感も結構確かに普段の俺の生活では味わえないなんか、パーソナルスペースのせめぎ合いがすごい新鮮だったしかもみんなさ足だけの時間とか、そう結構さ使ったらさわかるわかるよね。ちょっと目のやり場に困るっていうかさ、わかるそういうのあるよね、確かに。だから俺はもうずっと瞑想しながら入ってた目つぶりながら。そういやでもね、よかったよ。いやよかった。栃木だから関東近郊なので、ぜひね今週末とかちょうどいい時期でしたよ。紅葉は終わっちゃったけど、そうね、涼しくて、東京からだったら車で3時間ぐらい、で新幹線だと1時間で那須塩原駅まで行けるんで、結構日帰りでも全然行ける。そうぜひマヌルネコ身がてら行ってみてください。今週のコウヨトリさんからいただいたお手紙を読んでいきたいと思います。コウヨトリネーム下月さんからのお手紙です。ニックさん先生、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく動画拝見しております。少し今更ではありますが、お二人の MBTI をお聞きしたいです。まだ動画で言及されたことなかったですよね。お二人の会話の掛け合いがいつも面白く、お互い理解し補い合ってる感じが夫婦として理想だなと思うため、どんな組み合わせなのか気になっています。ぜひお二人の MBTI 談義をお聞かせくださいということで、 MBTI とは、16パーソナリティーズって言って、その自分の性格みたいなやつを4つのアルファベットを組み合わせて人に伝えることで、あなたそういう感じな人なんだっていうのを一発で分かってもらえる、うちらの時代で言うと、動物占いみたいで、私たち2人は INTP です。で INTP は I が内向型、N が直感型、T が思考型、P が知覚型ということで、論理学者と定義づけられる性格です。INTP は論理的思考と創造性を兼ね備え、物事の本質を追求する特徴がある。感情表現が苦手で社会性に欠ける一方、問題解決と分析力に長けているということです。INTP のあるある言うとね、オタク気質、我が道を行く、究極の面倒くさがり屋、効率重視、とにかく一人が楽、朝より夜が好き、変わってるは褒め言葉、特定の人にだけ心を許す、哲学的なことをたまに一人で考える、同調圧力が嫌い、分析するのが癖。このプラスでさ、この前ラブタイプ診断やらせたじゃん、あなたに、それもあるの知ってます皆さん。私ラブタイプ診断はこの MBTI 診断の恋愛バージョン、恋愛的な性格みたいな感じで、私はちゃっかりうさぎそれがどういうものなのかは知らないけど、ちゃっかりうさぎはもうぴったりINTP よりしっくりきてる。ちゃっかりのとこでしょ。ちゃっかりうさぎは愛嬌がありながらも計算高く要領よく立ち回るのが特徴です。甘え上手な一面と現実を見ている一面のギャップがある。彼は敏腕マネージャーで、敏腕マネージャーはその名の通り人や物事を管理し目標達成に導く能力に長けたタイプ。現実的な視点と共感力を持ち合わせ、頼りがいがあり、多くの人から自然と信頼を寄せられる、まさに縁の下の力持ち的存在と言えるでしょう。恋愛じゃないんや。なんかね、敏腕マネージャーだけなんか突然恋愛じゃない話になっちゃうんだけど、いやでも敏腕マネージャーはね、誰とでも相性がいいんだって。そんな感じです。MBTI ってね、詳しい人はものすごく詳しいから、INTP って言っただけで、はいはいはいってもう腹落ちしてると思う。こういう性格なんだこの2人はって思ってると思う。もしわからないなって人は、ぜひ16パーソナリティーズやってみてください。
今はそれでね、あれだよ、面接の時にとか履歴書に書かなきゃいけないんだよ。そうだよ、今そういう時代で。そういう時代なの。うちの会社に、ちょっと INTP は合わない。INTP って協調性がないって言われてるから。だから協調性を必要とされてる会社では、ちょっと INTP はちょっとないかなとか。本当に怖いね。そんな会社嫌だな。ね。嫌だよね。っていうところが多分ダメ。そうそうそう。自己紹介の一種だよね。なるほどね。はい、そういう感じです。INTP です。もう一つ、コヨトリネームサングリエさんからのお手紙です。ミクさん先生こんばんは。毎週金曜日21時の待ち合わせをいつも楽しみにしている一人です。ありがとうございます。嬉しい、なんか待ち合わせだって、ここ数回のラジオでたびたびテーマとなっている孤独ですが、ズバリではなぜお二人で生きていらっしゃるのですか？過去の結婚に関する動画でも一人で生きていける同士が一緒に生きると決めたとおっしゃっていた記憶があります。私自身も真逆の性格と考え方の夫と結婚し、それぞれの決断はそれぞれでという考えがどこかにあるためか、2人で幸せに暮らしているけれどもふと孤独を感じることがあります。それが決して悪いことだと思ってはいなかったのですが、今回のラジオを聞いてなぜミックさんたちも結婚という形を選んだのだろうと考えました。ミックさんと先生にとって結婚と孤独とは？結婚式を近々控えたお二人が今どう感じていらっしゃるのか、ぜひ聞かせてください。まず結婚式しないのでウェディングフォトを撮ります。結婚と孤独だって、うちらが2人で生きていくことなんでだって、このさ、1人で生きていける者同士が2人で生きていきたいと思ったっていうそのエッセイ Vlog のさ、一つの文章、これずっとこの人にいじられてる文章です何かしら私が自分勝手な行動を取った時とかに一人で生きていける人だもんねとか言って突き放されたり頼ってくる時でしょ。そうそう、自分でできんのにわざわざ頼ってくる時とかは、俺一人で生きていくんじゃなかったやっちまったと思って、これめっちゃ言われるこの文章。俺は別に言ってないからね。そう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 、あれ私の主観だから、一人で生きていけるんでしょってよく言われるんだけど、なんでだろうね。確かに結婚しなくてもいいのにってことだよね。で一緒にいても人は孤独を感じるっていうことでしょ。でも私あなたと言って、それぞれはそれぞれの決断でみたいな瞬間っていっぱいあるじゃん、でも孤独感じることないんだけど、結婚してから孤独に感じたことある？どうなんやろうね。なんか特に結婚に孤独を埋めたいと思った気持ちはそんなないからそもそもがね、孤独を埋めようと思って結婚したわけじゃないってことよな。確かにそれは私もそうだな。結婚と孤独って別にセットじゃないよね。いやわかんない、いろんな形があるだろうから、なんで結婚したのかってことか。確かなんでプロポーズしてくれたのでなんで結婚しようと思った？この答え方によってはかなり確かに今ね軽く問いかけてきたけど、かなりの難問がいきなり出てきた今問い1みたいな感覚で今最終の記述式出てきたからデカめの論文のやつ危なかった今確かにさらっと聞くからちゃっかり質問だった完全にちゃっかり愛の確認しようとしたよね。危なかったね、でその上でじゃあちょっと熟考してみて。でも第一に孤独を埋めるために結婚しようと思ったことはないかもな。確かにあなたと家族になりたいなとは思ったけど、君は君はどういう気持ちで、どういう気持ちだったんやろうね。孤独埋めたいとかなかった？寂しいからとかなかったでしょ？寂しいからはないよね。プレッシャー感じてた？プレッシャー？私と長く付き合ったことによって責任を取らないとなっていう気持ち、でもなんていうの、俺結構さ社会人になってさ、働きながら、結構愚痴っぽかった瞬間って結構あったよね多分。あったね。2年ぐらい、ずっと愚痴ってそうずっとね今思えば本当ねクソみたいな発言なんだけど本当ねずっとなんか不服なね、社会人生活を送ってたわけですよ。大変そうだな普通に聞いてて、なんかそれでその時に、俺ねあんだけねずっとね、愚痴言われたらやっぱ耐えれない。
あ人にねそうあうっせえよお前自分でどうにかしろって思うんやけど、あ、なんかそれをねなんか割とね、聞いてくれたよね。そうねあの時ちゃっかりうさぎだから、この人に聞いた方がいいと私は思ってたから、なんかすっごい聞いてくれて、励ましてね。そうでその後、なんかある程度ちょっと元気になった時に、すごいなと思って。あね、そうそう話聞けるのがそう自分でも、過去のその時の自分ってさ、結構なんか気持ち悪って思うけど、そう当時わかんないよな。そう、すっきりした時に過去を振り返った時に、よく俺に付き合ってくれたなっていうのはやっぱあったかな。あね、よかったやっぱちゃっかりしといてよかった。ちゃっかりしてたね。ちゃっかりしてた。絶対この人ここで励ましといた方が後に恩恵来るって思って。私ね孤独がね悪いことだと全然思ってないから、世の中的に孤独ってすごいなんていうかネガティブ的な感じで使われること多いけどさ、孤独あってこその人生でしょって結構思ってて、そういう意味でだからあなたと一緒にいたら別に孤独だなこの瞬間って思ったりしたことない。まあ生粋の INTP としてはまあ幼少期からね、やっぱなんか馴染めない瞬間あるなっていうのはやっぱさ、いやそうなん生粋な INTP はねやっぱあるわけですよ。でもちろんさ仲良くできてる期間もあったけど、なんか仲良くしながらも、なんかどっかで、あれみたいなさ、わかるわ。輪の中にいるのにわかるわ。なんか俺だけ思ってること違うみたいなわかるっていうことは、もうほんと30年間ね、やってるわけですよ。だから誰かといたとしても、ずっと心の中に孤独を持ってるわけですよ。だから別になんていうの、ベースがねもう慣れたっていうのが、それは子供の時はさ、それを抜け出そうとさ、もがいたりするわけや、してたよね。でもさもう30になってさ、もっと早い段階でさ、もう気づくやん、あ俺は、もうダメだってあなたは INTP です。もう気づいて長いからだから結婚でね、じゃあそれがなくなるかっていうところはもう期待すらしてない。そうね、まあそれがね和らぐんだったらラッキーなんだけど、結婚して孤独感っていうのがね、そうこの孤独感を友人とは埋めれなかったけど、結婚なら埋めれるっていう期待はもう鼻からしてない。なるほどね。そうだから別にその孤独感をなくすための結婚っていう考え方はそもそもないっていう。なるほど。だから話聞いてくれたんだっていうところの、はすごいなっていうところ。そうね、そうなるかもね。そこで、決定打が生まれたんだね、むしろ。なるほどね。だってあんな嫌なやつをねやっぱなだめてくれるのはねやっぱなかなか度量があるなっていうかさ、当時さ、なんか当時すごかったよ。いいやつやなって俺言ってたと思う。なんか私のことで言ってた。いいやつだなって言われた。そういうことなんだと思う。私はでも虎視眈々と、この人はまあ愚痴は言うが仕事はできそうとまあこの人食いっぱぐれないなと思ってね、なんとなくやっぱちゃっかりしてるから、だからこの人は今はあれだけどいずれあれだからちょっと今は一旦聞いて、あなたはすごいよっていうことを伝えることで、言ってくれてた。そう、絶対成功するから大丈夫ってことを言うだけで、この人はウキウキしながら明日の仕事に行けるかな行けて、ゆくゆくは、選んでくれるだろうと思って、やっぱそこでちょっと計画立てたねやっぱ。そう結婚と孤独は結果的には切り離して考えてたわけだね、うちらは。じゃあ私はなんかやっぱね、結婚するってなった時はシビアに人を見てるからさ、食わせてもらおうなっていう気はないよ、ただ一緒にちゃんと生きていけるための、お金を稼ごうとかそういう努力ができそうな人だと思ってたから、結婚したいなって思ってるね。愚痴言えどね。口言えとね、だから一人で生きていける者同士が二人で生きていくこと決めたっていうわけですよ。じゃあ今度から瓶の蓋は一人で開けれるね。やだ、瓶の蓋はそういうの頼りたいんだよな。
とりあえずさ自分でもなんかもう一工夫欲しいよね。いやちょっとその前に一旦ちょっとやってほしいって、そう女心なんかこうちょっと頼りたい、こういう小さなことでっていう、まあそんな感じで、まあ今週は行けなかったけど、まあどこかでさ、ウェディングドレスを選びに行くじゃん。その、遅めのウェディングフォトっていうか、結婚してもう今年で何年ですか？丸5年ですか？かな。はい、うちらの結婚記念日はクリスマスイブなんで、今年のクリスマスで6年目、2020年のクリスマスイブに結婚したくない？結婚っていうか婚姻届出したよね。あ、そうか、だから6年目が始まる、まあ、そんなタイミングでウェディングフォト撮ろうと思ってるんですけど、あなたインスタグラムでたくさん私がドレスを着た時に、第一声どんな声かけをしたらいいのかってアドバイスいただいてたじゃん、ぜひ実践してもらおうあれね有益な情報あったでしょ。聞いといてよかったわ。嘘。そう、そもそも経緯説明して。経緯、インスタをやってて、急にね、あなたから来週ウェディングフォトのフィッティング行くからって言われて、なんかよく言うやん、そのなんか奥さんと旦那さんの間でさ、なんかこの時の悪態っていうかさ、行動で一生恨まれるみたいな、例えばなんか赤ちゃん生まれた時とか、なんか結婚式、なんか協力的じゃないとかさ、とかそのファーストミート、男にとってのさ、試練があるね。その一言で奥さんの信用をなくすみたいな、ね、そう一生言われるみたいなさ、墓まで言われるからっていうことがいきなり唐突にね、試験がいきなり訪れるってことで問一みたいな感じでまたね、アドバイスくださいって言ったら、いろんなの来て、ぜひ見てください、彼のインスタのコメント欄。なんかなんか準備なんてしなくていいですね、思ったことを口に出せばいいんですとか、それが一番ハードル高いんよ確かにね。多分緊張もするやん、恥ずかしさもあるやん。そうだね。でさ、ドレス着てる方もさ、恥ずかしさがあるやん、なんかどうかなって、あるね。しかも第三者が見て、なんかニコニコしてるわけでしょ。プランナーさんがね。っていうなんかさ、特殊な状況でさ、いきなり準備なしで言ったらさ、おまあいいんじゃないとか言っちゃうまあいいんじゃない、まあいいんじゃないって言ったらまあって言われるわけや、っていうところで、その何も準備しなくていいですっていうのは、俺はちょっとね、ハードルと INTP としてはハードルそうもうちょっとなんかっていう時に、めちゃめちゃいいアドバイスあって、そのフィッティングの時間が想像以上に長いですと。あ、そうなんだ。で、まあその場所とかさ、着るものによるんやろうけど、めちゃめちゃ待ち時間が男性側としてはあるから、その飽きちゃわないようにしてください。それ一番かも。そうだけど、いつそのタイミングが訪れるか分かんなくて、あまりの長さに、例えばそのスマホを見てたとか、こうやってね、そうとか、もう寝ちゃってたら最悪よね、うたた寝してさ、っていうところで、なるほどと。確かにそれでなんか協力全然前向きじゃないのみたいな感じで怒るもんね。そのちょっと打とうとしちゃって、どうって言われた時にさ、ってその瞬発力はさ、人間弱いやんっていうところで、そのアドバイスは本当になるほどって思う。確かにあらかじめすごい時間はかかることを覚悟して行った方がいい、なるほどね。確かにそれさ、知らなかったらさ、あなたその待ってんのが疲れたとか言いそう。まだとか言っちゃう、多分言いそうとかさ、ちょっと近くでコーヒー飲んでくる言いそう、一番言いそう聞いといてよかったと思って。確かにその旦那さんの反応がいまいちだったみたいな人も、なんかそこを男性側に言ってなかったんじゃないかっていうのはあるよね。その旦那さんが思った通りのリアクションじゃなかったみたいな人いたけど、長くこんなかかんの知らなかったわっていう、その街のイライラがなんかそういう一言につながっちゃった説は結構あるんじゃないかな。あるかもね、もっと早くパッと来て何着着て、これがいいって言われたらいいんじゃないってかと思ったらね、一着一着はむちゃ長いし、そう女性側は楽しいからさ、あっという間に時間多分過ぎてる、そうだね、でも男からしたらさ待って着るだけやろっていう気持ちで多分なんか退屈そうに待っているのが良くないって言ってたから、それが一番かも。確かに、声かけは何でもいいけど、なんか待っててイライラみたいな
のされるのが一番なえるこっち。そうでしょ。うん。やけどなんか声かけも、うん言葉はいらないです。なんか見てニヤニヤしとけばいいですみたいな。さすがと。確かに見てニヤニヤしとけばいいわ。そうそう。そうね。ってことでどこかでドレスフィッティングするので、それも Vlog にできたらなと思います。じゃあ今週はそんな感じです。はい、来週このリース販売がありますので、ぜひヒンクヌンク公式インスタグラムチェックしてお待ちください。引き続き、最近土曜ラジオでは私たちへの質問、相談、トークテーマ、あとはおすすめ日帰りご当地温泉募集中ですので、動画のコメント欄にてこよとりネームをつけてコメントをお願いいたします。今週もありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。